地球人の諸君、メトロン星人月君だ。今日の動画は祝ウルトラマントリガー出演メトロン星人の歴史という動画だ。ウルトラシリーズ歴代屈指の人気と知名度を誇る我々メトロン星人がウルトラマントリガーに出演が決まった。よって過去ウルトラシリーズに登場したメトロン星人の先輩方の歴史と活躍を振り返っていく動画だ。このチャンネルを見終わる頃には君はメトロン星人に詳しくなってもはやメトロン星人になっているかもしれないね。最後まで見ることをおすすめするよ。もしチャンネル登録をしてくれたらおたげをして喜ぶよ。チャンネル登録ありがとう。最初に地球にやってきたのはウルトラセブン第8話狙われた街に登場したメトロン星人だ。ウルトラシリーズ歴代屈指の名作と言われる超有名なエピソードだね。ちゃぶ台を挟んでメトロン星人と諸星ダンが会話するシーンはあまりにも有名だね。10年以上前にダウンタウンの松本人志さんがご自身の番組で我々メトロン星人の話をしてくれたみたいだね。それ以降数年はウルトラが好きだという話をするとメトロン星人の話なの知ってるとよく言われたものだ。話を戻すとウルトラセブンに登場した同胞は地球を侵略しに来たのだ。北川町のボロアパートを拠点にして同胞はある実験をしたのだ。当時の地球人はそのほとんどがタバコを吸っていたことに目をつけた同胞はそのタバコに赤い結晶体を混入させることによって人類を凶暴化させ自滅させようと企んだのだ。地球を侵略するのに暴力を振るう必要はない。さすが我々メトロン星人は頭がいい。しかしウルトラセブンに阻止されてしまう。おのれセブンめ。ウルトラセブンに同胞の計画が阻止されてから数年後、その子供が今度は地球にやってきた。ウルトラマンエースの7話8話に登場したメトロン星人ジュニアだ。親のメトロン星人よりもかなり好戦的な性格をしていた。見た目も全然違っており、宇宙人なのに謎に地中から登場してきたり、今思えば結構な変わり者だったのかもしれない。ドラゴリーと協力してウルトラマンエースと戦うがバーチカルギロチンで倒されてしまう。ただ倒されるだけではなく真っ二つにされて内臓や血液が飛び散っていたのだ。何もそこまでしなくてもオーバーキルだろ。ウルトラマンエース恐ろしいやつだ。ウルトラマンマックスの宇宙の地球にも我々の同胞が来ている。24話狙われない街だ。この時のメトロン星人はウルトラセブンの時代に地球に来ていた同胞と同一の個体だ。生きていたのだ。さすがは我が同胞。しかし完全に無傷とはいかず体に痛々しい傷跡が残っている。かつてはタバコに細工をしていたが今回は人類がみんな夢中になっていた携帯電話に高出力の電磁波を流し脳を萎縮させ人類を無気力化凶暴化させる作戦だったようだ。なーに人類は放っておいても滅びるがちょっと自滅への手助けをしたまでだよ。しかし地球の夕焼けは美しいなあ。そこの君今チャンネル登録をしてくれたらメトロン茶をあげよう。少し息が苦しい。失礼。再び M78 ワールドに登場したのはウルトラギャラクシー大怪獣バトルネバーエンディングオデッセイに登場した同胞だ。4話と5話に登場した同胞だ。
この同胞はレウニクス・バトラーなので戦いには参加していない。扱っていたのはドラゴリーなどの鳥獣で、かつてのジュニアを思わせる。他にももはや伝統芸能と化したちゃぶ台芸やメトロン茶を持ち込むなど、これまでのメトロン星人の歴史てんこ盛りムーブを見せた。ウルトラマン銀河 S の12話と最終話に登場した同胞はメトロン星人ジェイスだ。チブル星人エクセラーの工作要員として活動していた通称夕焼けのエージェントだ。地球でのアイドルブームに便乗してオタクたちの理性を失わせるケミカルライトを開発して、ウルトラマン銀河に変身するライドウヒカルの友人である久野千草のライブ会場を実験の場所に選んだのだ。しかしメトロン星人ジェイス自体が彼女の虜になってしまい、任務を放棄してただのアイドルオタク、タンバリンおじさんになってしまったのだ。何をやっているんだ同胞、任務はどうした？しかし同胞、同じアイドルオタクとして気持ちはわかるぞ。この星のアイドルと夕焼けは魅力的すぎる。ウルトラマンオーブ6、9、13、20話に登場した同胞はメトロン星人タルデだ。惑星侵略連合のメンバーで、連合のアジトとして自身の宇宙船を使わせてあげている。当然メトロン茶完備だ。性格は紳士的で無駄な殺戮は好まない。例のタバコ作戦を遂行していたが、この宇宙ではうまくいかなかったようだ。後半は両腕を改造してラウンドランチャーを装備してジャグラス・ジャグラーを追い詰めるが、ウルトラマンオーブに邪魔をされてしまった。おのれウルトラマンめいかがだっただろうか。今までウルトラシリーズに登場した主な同胞たちメトロン星人を紹介していったぞ。ウルトラマントリガーに出演するメトロン星人マルールもぜひ活躍してもらいたいものだな。本当はまだまだ同胞がいるが、今日はなぜか息がちょっと苦しいのでこの辺にしておく。メトロン茶が欲しければチャンネル登録をするんだな。メトロン星人の地球侵略計画はこうして終わったのです。人間同士の信頼感を利用するとは恐るべき宇宙人です。でもご安心ください。このお話は遠い遠い未来の物語なのです。なぜですって？人類は今宇宙人に狙われるほどお互いを信頼してはいませんから。